行くしかないよね。行くしかない。暗くて深い森の中、お腹をすかした狼があおんわおんと吠えている。あおんわおんと吠えている。暗くて狭い部屋の中、小さく震えた私は一人、ヒックエッグと泣いている。なんか聞いたことある声だな。あれは獣だ。獣の声だ。何度も何度も繰り返す。同じ言葉を繰り返す。そわそわする。なんかそわそわするな。違うよ、お姉ちゃん。夜風のように冷たい声で誰かが私にささやきかけた。集中しないと。あおんわおん、あおわおん。響いているのは獣の声。あおーん。だけど確かに聞こえるの。私の耳には聞こえるの。途絶えたはずのあの子の声が。どの子の声？痛いよ、怖いよ、お姉ちゃん。お姉ちゃん。紅葉の森。紅葉の森、ようこそ。ここは、それに今何か。モノ様、お待ちください。この先から不穏な気配を感じます。不穏な気配？この獣の匂い、何かとんでもねえ化け物が待ち伏せていやがるな。化け物いる？とうとうこの世界の死神姫がご登場ってわけか。ご登場する？死神姫。ドキドキしてきたー。来たー。ラタムテラカンテラか。ピピー。出ました。あれがこの世界の主、死神姫です。でかいねー。羊みたい。羊？思ってたより可愛いかも。ありがとう。かわいい。ありがとう、ありがとう。お辞儀してるみたい。ありがとう。かわいいって言ってくれてありがとう。どこがだよ。寝言言ってんじゃねえ。こいつを食って俺の力にしてやる。ねえ、耳にタグが出荷されちゃう。硬くて食えね硬いんだ。え。やっぱり雑魚のようにはいかねえか。肉質が。上等だ。あの羊を食らって絶対に力を取り戻してやる。羊を食うっていうのか。あんなに複大きい雑な気持羊ち。と戦うのは正直怖いけど、姉さんを助けるために頑張ってみせるよ。チンギスカン。ヤギに食われちゃう。メール。よいしょよいしょ。あっち行って。当たっちゃうかと思った。今チャンスじゃない。食べて。あっちよいしょ。行ってジンギスカンになっちまう。こっちがそんな火のボール。火のボールなんか投げられたら、あれだとよいしょ。敏感だね。すぐこっち向いちゃう。こっち行かないよ。食べて。ここじゃない？耳。食べて。あれ食べて。光ってるけど。あ、めくるのか。よしいないで。
狼皮をかぶって羊に化けてたってわけか。気色悪いまでしやがって。実は狼だった。人間にしては上出来だぞ小娘。ようやっと食えそうなとこが出てきたな。今ならメールの力も通じそうだね。あの子を救ってあげてメール。羊の皮をかぶっていたんだよ。空気はさらさらねえが任せときな。奴の力を全部食い尽くしてやる。食われるのはどっちかな。食べて。狼姫来たー。うわー、あっち。羊だと思ってた。実は狼なんだよ。メール。あっち。うしょ。うちだよ。なんだって。ダメー。私ゃん。食べて。なんか自分って思うと何とも言えない気持ちに。救済だから。両親とのいざこざの記憶がぼんやりと頭に浮かんだ。やったね。記憶15。羊飼いの少女が手に取った一枚の手紙の記憶がぼんやりと頭に浮かんだ。大人たちは皆こういうの。あの子はきっとさらわれた。狼たちにさらわれた。だからあなたは悪くない。悪くないよね。いいえ、違うわ。絶対違う。あの時私が振り向けば、あの子の手さえ握っていれば狼たちから守れたはずよ。あおん、壊れちゃってる。あおあおん。響いているのは獣の声だけど、確かに聞こえるの。私の耳には聞こえるの。あの子が私を呼ぶ声に。お姉ちゃん、許してごめんなさい。守れなくってごめんなさい。何度も繰り返し謝罪の言葉を口にして許しを請うけど意味はない。いないからね。違うよお姉ちゃん。本当はあなたも分かってるよね。私が消えた原因は。妹が消えた原因は。狼姫さんは妹を守れなかったことをずっと後悔してたんだ。消えることのない罪を背負ったことで罪悪感に押しつぶされてしまった。なんとも悲しいお話です。これが彼女の死神化の原因なのでしょうね。本当の原因は果たして。いや、まだ何か秘密があるだろうぜ。あの気色悪い見た目に説明がつかねえからな。鋭いな、メール。羊の皮をかぶった姿と死神化したことに関係があるの？いいか小娘、死神の姿にはそいつの強い思いが反映されるもんだ。狼が羊の皮をかぶってるとかいかにも意味ありげだろう。そうだね。それはそうだね。まるで別の何かを演じている役者さんみたいだった。なんかおためのこと言われてるみたい。なんか逆だからね。羊
だけど狼の皮をかぶっている。けどその狼がさらに羊の皮をかぶっている。なんかいろんな複雑な気持ちを抱えていたんでしょうね。あの日、私は耳にした。夜中にひそひそささやく声を。漁師様から手紙が来たわ。あの子も仕事に慣れたみたい。領主様、よかったよかった。もう安心だ。これでなんとか暮らしていける。ごちそうだ。これも家族が生き抜くためよ。あの子の犠牲は仕方がないわ。あー、立派なおじさん。狼のせいだと思いましょう。本当は私知ってたの。あの子をさらった犯人が狼なんかじゃないってことを。本当は私見ていたの。あの子を連れ去る見知った影を。こけた方に深いシワ、白髪ばかりの薄い髪。ちょっと薄い髪。お父さんだとお父さん、気づいていたの。お父さん。なのにそのまま目をそらし、自分に何度も言い聞かせたの。髪の話。あれは獣だ。獣の影だ。獣の仕業に決まっていると。それから食事が豪華になった。あららら、すごい。果物にスープにパンまで。パンにチーズに甘いフルーツ。たまにお肉が出る日もあって、理由は嫌でも分かってしまう。きっとあの子は誰かのもとで働くことになったのね。二度と家には帰れない。狼の巣で死ぬまでずっと。本当は全部忘れたかった。家族を愛していたかった。だけど無理なの。飲み込めないの。ノイズが。嘘をかぶって笑顔でいても、どんどん涙が溢れてしまう。だって私は狼だから。あの子のおかげで生きている。卑劣で無情な嘘つきだから。そうよ。私は嘘つき狼。曲かっこいい。いないで、いないで。それで狼姫なんだね。かじるとちょっと狼姫が燃えちゃう。あらららら、あらららら。ポレットパスツール。あ、動かせるんだ。私は耳が生えてる。モノ様、ポレットさんから邪悪な気配が消えましたよ。世界もカラーになった。やっと正気に戻ったか。手間かけさせやがって。ポレットさん、はじめましてでいいのかな。同じ耳がついてるね。あなたはモノだよね。
まだ頭がぼんやりしてるんだけど、あなたが頑張って私を助けてくれたことだけは覚えてるよ。へへ。そうなの？かわいいね。嬉しいけどちょっぴり恥ずかしいな。ポレットちゃんかわいいね。牙があるよ。ねえポレットさん、あなたは妹さんのことが大好きなんだね。うん、大好きだったんだ。でもあの日、私は疲れてるからってひどいことを。あー、まだ罪悪感が。ずっと泣いちゃった。ずっと後悔してる。でもどうしようもないんだ。妹はもうどこにもいないし、謝ることだってできないんだから。引きずってる。まあそりゃそうよな。そんなことない。妹さんとはまた会えるはずだよ。その証拠に、ほら、あなたが読んだ手紙はポレットさん宛てでしょ？え、そんなはずは。いや、そんな気はしてたんだ。あの手紙はきっと私宛てだって。でも読むのが怖くて、あの時救えなかったことを恨まれていそうで。まあ手紙来たとしても、その内容がいいことは書いてあると思えなかったんだろうね。なんで、どうしてお姉ちゃんだけお家に、どうして私はここに連れてこられたのみたいなのが書いてあったらね。あなたに突きつけられるまで延々と目を背け続けてきたんだよ。私にもね、姉さんがいるの。かっこよくて優しくて大好きなんだ。でも死神病になったせいで遺書館に連れて行かれて会えなくなって、寂しいから何枚も手紙を送った。こうして遺書館にまでついてきちゃった。私も同じ妹だから、妹さんはポレットさんが大好きだってわかるんだよ。もしそうだったとしても、私は真実から目を背けちゃったから。きっとあの子は恨んでる。私に会いたいと思うはずないよ。こんなに自分を愛してくれる家族を嫌いになるわけない。ポレットさんが自分を信じられないのは仕方ないと思う。でもね、妹さんのことは信じてあげてほしいの。いつか必ず生きて会えるって。なんと優しいお言葉。私感激で涙が止まりません。よく泣く子だな、バドラーは。偉そうに喋っちゃいるが、全部想像の話じゃねえか。想像の話だけど。まあ嘘の皮にくるまるよりはバカ正直にぶつかる方がマシだけどな。ありがとう。私ずっと怖かったの。余計なことをしてこれ以上家族を壊すのが怖かった。まあそうよな。
なお父さんお母さんに聞こうと思ってもまだ子供だしな。だから本当の気持ちに嘘をついて現実から目をそらしてきたんだ。ずっと逃げてきたのに今さらずうずうしいなって思う。でもそれでも私はもう一度あの子に会いたい。ポレットさん、会って謝って昔みたいに仲良く笑い合いたい。会えるかもしれないからね。素敵な目標ですね。妹様もきっと再会を信じていることでしょう。とりあえずその妙な耳と尻尾を隠す服でも用意してもらったらどうだ？嘘つきやめた。必要ない。皮をかぶるのはもううんざりだもの。この姿のまま行くんだ。これからはどんなに辛くたって目をそらさずに向き合っていくよ。強くなったね。その息だよパレットさん。私もできる限りあなたの力になるからね。そうだよ、耳お揃いなんだから。ありがとう。とっても頼もしいよ。これからよろしくねモノ。でもこの姿でお家帰ったらあれかもね。羊はびっくりするかも。おー、羊飼いの少女を救えた。あ、今来たんだけど綿目めっちゃ似てない？綿目が声やってるんですね。はあ、ドキドキ。はあ、そわそわしちゃう。狼姫ちゃん。いやー、暖かい。暖かい。綿目とは全てを受け入れるぞ。ありがとうね。これが嘘つき姫でした。